皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。ドライブサーブについてです。でこのドライブサーブ、私自身のこのサーブのドライブサーブという必殺技をちょっと作ったんですけど、これはかなり好評でして、もっとドライブサーブのやり方、もっと簡単にできる方法はないのかという話をいっぱいいただきまして、今回、リメイク版を作らさせてもらいました。これは初心者中級者の方はもうドライブサーブもう必ず覚えれる手順でちょっと今回細かく分かりやすくやっていますので、よかったら皆さんドライブサーブを参考にしてみてください。でこのドライブサーブちょっと簡単に説明させてもらいますと、第1球目のサーブの時からドライブ攻撃できちゃうっていう、夢のようなサーブですね。正直なところ1球目からドライブ攻撃、皆さんやっぱドライブマンからするとドライブ攻撃ってやっぱできるタイミングってどこかって考えると2球目か3球目ですよね。レシーブドライブか3球目ドライブ、そこら辺がやっぱドライブの最初になるんですけど、このドライブサーブを覚えることでなんとサーブの第1球目からいきなりドライブが出せるというサーブになります。これは面白いですね。相手の強さは関係ないですよね。3球目攻撃のドライブとかでしたら相手が強かったらなかなか強く打てないので、自分の持ち味ドライブが生きないという感じになりやすいです。強い選手と当たると。ただこのドライブサーブは相手の強さ関係なしで自分のペースで常に 100% のこのドライブをいきなり出せるっていうことで、ぜひこのドライブサーブを、いろんなサーブに交えて入れてもらえるとかなり有効かなと思います。で今回このドライブサーブ3つの手順で分かりやすくやっています。でまず手順の1つ目ですね。1つ目はフォア打ちと同じサーブをやってください。でこれは何かと言いますと、まず皆さんフォア打ちを打つ時のサーブですね。こういうサーブあります。でこのサーブをまず皆さん確実にできるようにしてください。フォア打ちのサーブ、まずこれができないとロング系のサーブ、ドライブ系のサーブは出せないので、これでちゃんと相手のバック側に着実に低く送れるようにしてください。で5球ぐらい連続してちゃんと相手コートに低く入りましたら、ドライブサーブを覚える基盤が状態できるっていうことですので、今度は手順の2つ目ですね。2つ目はボールの後ろを捉えてドライブです。でこれはどういうことかと言いますと、イメージ的にはサーブでドライブをかけるという感じです。でこの時に通常の上回転に対するドライブ、つっつき打ちのドライブ、それよりも実はちょっと簡単かもしれません。ドライブサーブが面白いのはやっぱりボールが動いてない状態ですので、自分で待って落ち着いて自分のペースで上げてこする、もうこれですね。これだけです。もう手順2つ目までやれば結構ドライブサーブできます。ボールの回転もないですしスピードもないので落ち着いてドライブできます。なのである意味ちょっとドライブができない人もドライブサーブができる可能性を生んでいるサーブかなと思います。でちょっとここにボールの後ろを捉えるっていうのはこのボールがあります。でちょっと図があるんですが、ボールの後ろ側ですね。後ろかちょっと斜め後ろぐらいですね。後ろか斜め後ろかちょっとかぶせ気味状態ですの状態でこすってあげる。こういう感じですね。こすってあげる。こすり方はこういう感じです。上から下にこうこする感じでやりますと、こう全身回転がかかります。こうやってかける。ちょっとこれでも全身回転かけれないなっていう人は面をちょっと気持ちかぶせることによってさらにかけやすくなるかなと思います。ちょっとかぶせます。そうするとボールの後ろ、斜め後ろぐらい捉えられますので、これでドライブをかける。でこの時にポイントは弾いてはダメです。こすってください。スピードは最初はいらないですので、手順2の段階ではスピードはいらないです。こうやってポンとロングサーブみたいにやってしまいますと、ドライブサーブではなくロングサーブになってしまいます。なのでこする、ドライブする、サーブをドライブする、サーブをドライブするっていう感じでかぶせてこすってあげる、こするっていう感じでやりますとドライブサーブの感覚が身についてきます。イメージ的にはそんな大振りじゃないですね。見ててこうフルスイングしてこうやってやるのは難しいですので、肘から先を使ってかける、ちょりっとかける感じです。ちょりっちょりドライブがかかっているかの確認は
相手に受けてもらってください。でその時にボールが伸びてくるっていう話でしたらドライブがちゃんとかかっていますので、それで5本ぐらい連チャンで入れましたら、今度は手順3の方に行ってください。手順3の方はこちらですね。手首を使い回転量をアップさせるっていうことです。手順2まででもうドライブサーブの基本はできていますので、あとは得点できる手段、サーブ3球目で有利な展開にする、ドライブで攻撃で一発でサーブで決めるっていう方法はこの手首にかかっています。大きな振りはやっぱりサーブではできませんので、この肘から先でかけるときに最後に手首をインパクト時にグッとこの動きです。手首の可動範囲も全部使ってもいいかもしれないですね。この全部あります。手首の可動範囲全部使ってこうやってグッと手首を使ってかけてください。インパクトの瞬間に手首を使ってこすることでドライブサーブの威力、伸び方がさらにパワーアップします。それを合わせますとこういう感じでスピードも乗ります。手順3までできるとドライブサーブが試合で使えるというレベルになります。ぜひ皆さんトライしてみてください。まず手順1はフォア打ちと同じサーブをやってください。まずこれがドライブサーブができる最低条件になります。でこれが5球ぐらい連続で入りましたら、今度は手順2に行ってください。手順2はボールの後ろを捉えてドライブするっていうことになります。でこの時にドライブが難しい方はちょっと面をかけれない方はちょっと面をかぶせてあげてもいいです。これで5球ぐらいしっかり相手にドライブがかかっているっていう話になりましたら、今度は手順3に行ってください。で手順3は手首を使いさらに回転を上げてください。1球目からドライブ攻撃ができるという、相手の強さが関係なしでドライブの力が発揮できます。ぜひトライしてみてください。